はい、こんにちは、サウンです。今日は京都来て3日目です。今日はちょっと仕事の午前中の休暇出して転入届をしに来ました。結構いろいろあって難しかったけど、無事に転入届提出しました。休む日に全部やりたくて一応ゆうちょ銀行に行って通帳も作ろうと思って今歩いています。こんな感じでもう春って感じの桜とかがいっぱい咲いてて、ほんまに春だなーって感じで、ずっと桜の動画とか写真とかいっぱい撮っています。週末は絶対桜見行かないといけないですよね。銀行の口座を作るのはアプリでするしかないって言われて、それは家ですることにして、今はすき家に来ました。YouTube で留学してる学生さんが食べるの見てたから食べに来たんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。まだ仕事場に友達がいなくて、一人で休憩のスペースでパン2個と飲み物でお昼を食べようとしています。今日は仕事なのでこれしか取ってないです。今日のお昼は外で食べようかと思って鴨川で座ってて食べています。こんな感じで鳥が来てて撮ってみました。名前の学校の湖にも何匹くらいあったんですけど懐かしいですよね。退勤して夜ご飯食べに来ました。今日の夜ご飯は丸亀製麺でうどんを食べることになりました。韓国で考えたうどんはこんな感じのうどんだったんですけど、種類が多くて選ぶのが結構時間かかっちゃいました。コンビニにスーパーマリオを組みってて可愛いと思って買いました。マリオはコーラ、ヨシはメロンソーダの味らしいですね。今日のお昼ご飯は仕事場の食堂で食べることになりました。こんな感じで自分が食べたいつまみとか選んで買う感じですよね。それが韓国と違くて不思議っていうか新鮮でした。帰り道もこんな感じで桜がいっぱい咲いててめっちゃ綺麗な感じでした。こんな照明と夜の色が合わせてほんまに良かったです。何回も申請失敗した有心カードがやっと届きました。なんかカード登録とか在留カード登録がずっとできなくて諦めようとか思ったんですけど、5回ぐらいやっててやっとこれもらうことになりました。これから日本の電話番号も使えることになります。こんな感じで、これから設定したら使えると思います。ここは有心で自分のスマホに合わせる形に自分で切って使えるらしいです。今日は日韓交流会の友達が京都に来てくれるんで、これから友達と会うと思います。その前にこんな感じで寺町をブラブラしています。ゆっくり歩いて京都駅まで来ました。友達を待つまでこのスタバでゆっくりコーヒー飲みながら友達を待ちようと思います。ちょっと夕方になって京都駅の近くにある小生園に来ました。こんな感じの庭園で東本願寺と関係がある庭園だと聞きました。東本願寺から管理してる庭園で1653年に建てたらしいです。こんな感じで広い池があるのが特徴です。こんな感じで結構広い感じの庭園で、今は桜のイベントで夕方にオープンするので全部を回すのが無理だったんですけど、こんな感じであります。この目の前に見える臨地亭っていうところでお茶を一杯して、そっちの池を見ながらゆっくりしてみました。こんな落ち着いた感じで結構良かったです。中に入ったらこんな感じで桜がいっぱい咲いてて、ほんまにそのライトアップと合わせていい感じのいい雰囲気の景色が見られることになります。デートする人もいっぱいいて、いいデートスポットだと思います。こんな感じで大きな池があって、ここに映ってる橋とか光のそれがめっちゃ綺麗で、これをゆっくり見ながらいろんなことを考えました。まだ来たばっかだからどうやって生活するかみたいな感じで。ここは京都駅の近くなんで、ここでもうこんな感じで京都タワーが見れることになりました。こんな感じで夜になったら京都タワーも光ってるんですよね。こんな感じで大きな木が何百年の木みたいな感じのものがありました。結構小さいかなとか思ったんですけど、マップより入れるところ、見れるところが少なくて、ちっちゃいところしかないかなとか思ったんですけど、こんぐらいで結構大きい、広いなところでした。それとも桜がほんまに綺麗だったです。
いろんなところにこんな感じで咲いてる桜が綺麗だったし、ここでもズームをしてらこんな感じで京都タワーが見れて、京都タワーを撮ってみました。いつかはそこにも行って上から京都のところを見たいなとか思ってます。もらった地図と比べたらやっぱりこんな感じでいろんなスポットの名前が入ってるんですけど、歴史的なところとか、でもまだそこまで漢字読めないんで歴史があるところだなぐらい思って帰りました。今日は花見のために大阪城に来ました。旅行では何回か行ったことあるんですけど、いつも夏しか行ったことないんで、今日は桜を見に来ました。旅行ではどうやって行ったかほんまに覚えてなかったんですけど、今日はなんか JR の大阪城公園駅から直接今大阪城の中に入っています。こんな感じでみんな桜見しに来て人がいっぱいでした。公園にこんな感じで屋台もいっぱいあって、リンゴ飴とかいちご飴とかいっぱいありました。こんな感じで、いろんなものありますよね。大阪城の中に入ったらこんな感じで桜がいっぱい咲いてて、ピンクの桜とかこんな白い系列の桜も咲いてて、ほんまに綺麗な感じの大阪城公園でした。大阪城の前に来たらこんな感じで、いつも旅行で来て見てた大阪城がこんな感じにあって、周りに桜が何個か咲いてる感じです。その前でこんな感じでいろんな楽器を、世界の楽器を集まってこんな感じで公演をやってる人もいてちらっと見ました。不思議な音がいっぱい出て、いい感じというか不思議っていうか、そういう微妙な感じで見ました。大阪城の前よりその後ろの方が桜がいっぱい咲いてて、こんな感じで今桜がめっちゃ並んでいます。ここでなんか写真撮ったらいい感じで撮れるんじゃないかなとか思って、そこら辺に行こうかなと思います。大阪城にある神社に行ったらこんな感じで昔の服、鎧を着てる人がいて、それをちょっと撮ってみました。こんな感じでめっちゃ日本な感じがしています。中にもこんな感じで屋台がいっぱいありました。屋台でこんな感じでせんべいを買いました。何せんべいか名前が覚えてないんですけど、こんな感じでほんまに日本っぽいな屋台で食べ物を買って食べることができて、ほんまに嬉しかったです。大阪城から今ちょっとずつ歩いて今行ってるんですけど、その夕焼けが綺麗で、そこ夕焼けと一緒に見れる桜がほんまに良かったんで、これが今カメラには映ってないんですけど、こんな感じで綺麗な景色がありました。それともここの近くに名探偵コナンのそういう道場があって、それも撮ってみました。こんな感じでめっちゃ本物みたいな感じで作られて、みんなそこで写真撮ったり動画撮ったりしていました。なんかここテレビ局らしくて、こんな感じでいろんな展示会の情報とか、ここで放送してるアニメとかのそのポスターとかもいっぱい貼ってて、こんないい感じのテレビ局でした。それでもうお腹が空いてて、夜ご飯食べに多分京橋の辺に来たんですけど、こんな感じで寿司屋があって、今回はお寿司を食べようと思います。サムと申します。日本生活1週間になっちゃいました。まだ知らないことがいろいろあるんで、京都とか大阪の生活について皆さんの助けが必要です。孤独死する前に皆さんがちゃんと僕のことを手伝ってください。ありがとうございます。生ビールとお寿司、それともいろんなつまみを頼んで今ゆっくり食べています。こんな感じのエビと、そっちはどっちか知らないお寿司です。多分刺身じゃなくて海鮮丼みたいなやつを頼んでて、それも食べようとしてます。こんな感じです。ほんまに美味しかったです。韓国流でご飯乗せて、これ紅生姜乗せて、わさび乗せて、好みで自分が食べたいものを入れて、手で食べます。韓国流は手ですか？はい。でもこれがちっちゃいから。はい。どうですか？美味しそうですか？でもこれが、原理じゃないやん。だからちょっと違うな。これで日本に来た1週間の僕の生活をまとめてみましたけど、皆さんどうでしたか？これからもたくさん僕の日本の生活を撮ろうと思うんで、これからもチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。